おはようございます。今回はよくある枠の当て傷です。これを簡単に直していこうと思います。大きなものを運んでいるとついカツンと当ててしまいますね。でも悲しむ必要はありません。リペアで綺麗に直しましょう。では行ってみましょう。まず下地処理です。当て傷というのは当てた勢いで横が膨らんだりしているので、それもカットします。パテを入れた時、縁が出ないように縁を押さえ込みます。最後に飛び出たところがないか指で触ってチェックします。もし飛び出たところがあれば、飛び出た部分をカット、縁の押さえ込み、最終チェックをしてください。使うハードワックスは K に比の F615 です。ハードワックスを選ぶとき、木目色の枠ならほんの少し濃いめ、白の単色の枠ならほんの少し薄めの色を選ぶと綺麗に直ってくれます。白の単色の枠の場合、なぜ濃いめがダメかというと、白の単色に濃いめの色を入れると少し黒ずんで見えるのでおすすめしません。次にハードワックスの重点です。ここで見ていただきたいのはバーナーでヘラを熱する時の時間、タイミング、形を作る時の撫で方です。ヘラを熱しすぎると形を作る時もハードワックスが溶けて形が全然できません。うまく余熱を利用して形を作っていってるので、それも合わせて見ていただけると嬉しいです。ここはノーカットでいきますので、じっくり観察していただけると幸いです。ここで充填完了です。近づいて見てみましょう。一番簡単な補修はここで終わりにするパターンです。その場合の注意点は、埋めた場所の周りにパテの塊がないように薄く広く伸ばしておくと綺麗に見えます。シンナーをウエスに染み込ませて周りを拭いていきます。この時の注意点は、溶けてしまうので傷の上のパテは絶対に拭かないことです。ここで終わりのパターンも全然ありです。320番のサンドペーパーで形を整えます。400番か320番ぐらいがちょうどいいと思います。指で触って形がおかしいところを探します。おかしいところがあればそこはしっかり研磨してください。ヘラで綺麗に形ができている人は研磨は軽くで大丈夫です。次に削り目が白くなっているのでサンディングシーラーを拭いていきます。僕はモホークのバーンインシーラーを愛用していますが、他のサンディングシーラーでも構いません。20センチから30センチ離して削り目が消えるように拭いてください。ここは削り目が消えれば OK です。あまり塗りすぎないように注意してください。ツヤ調整に帳消しを使います。この帳消しは黒いものに拭くと真っ白になってしまうぐらい消しの効果が高いのでおすすめはできませんが、場面場面で高い効果を発揮します。誰でもどこでも使いやすいツヤ消し剤はホシュールの全消しがおすすめです。乾燥させて完成です。簡単でとても綺麗な仕上がりです。次にハードワックスをあまり使わない方がいい場所を理由とともに解説します。
1つ目は日がよく当たる場所です。経験上約半年ぐらいは持つのですが、乾燥や材料の伸び縮みでパテが縁から割れてきます。天候や季節にも関係しています。また直すぞっていう方はハードワックスを使っていただいても大丈夫です。できるだけ1回で終わらせたい方は以前紹介したラクトギパテなどで形を作って色を塗るといいです。この場合もハードワックスより断然強いですが、割れてくる可能性は否めません。今回の動画参考になりましたか？ためになったなぁと思えばチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で。全然話変わるんですけど、昨日映画のディア・エヴァン・ハンセンを見てきました。めっちゃくちゃ良かったですね。何が良かったかというとネタバレになるので何も言いません。確かYouTube の広告でこの CM を見たんですが、まんまと広告に持っていかれています。ぜひ皆さんのおすすめの映画を教えてください。見れるタイミングで見たいと思います。それでは次週をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。